一曲に込める思いっていうのもナンバーアイはズバ抜けてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ナンバーアイバグズライフオフィシャルミュージックビデオ、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム、さあ待望のナンバーアイの新しいミュージックビデオが公開されましたね。今かと待っておりました。今回もナンバーアイの3人の歌声を全力で分析して、そして解説しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。それでは早速、ナンバーアイバグズライフ歌声分析 GO!卵最初はトークから始まるんですけど、めちゃくちゃ卵の話題で盛り上がってますね。こういう唐突なところもですね、ナンバーアイらしいですよね。ちょっとユニークな感じで始まるというかね。かっこいいけど、神宮寺さんがおい、口からロボットの腸を吐き出しましたね。これがタイトルのバグズとかけてんのかな。バグズって虫とかそういう意味ですよね。これは先の展開がね、また今回も気になりますね。うわ、やばいねめちゃくちゃ強力な歌声ですよ。で、映像がグッて揺れてるような演出と楽曲の雰囲気がめちゃくちゃ合いますよね。いや、歌い出し出だしからやばいですね。もう一回聞いてみましょう。で、ここはナンバーアイの3人が一緒に歌ってるポイントだと思うんですけど、音域をですね、広く使った感じの歌割りになってるんですよね。おそらく一番高い音を岸さんが歌って、真ん中を神宮寺さんが歌って、一番低音を平野さんが歌ってる。こんな感じかと思います。広い音域を使って歌うことによって、歌声の広がり感もすごいですよね。で、3人ともここはですね、音を切るテクニック、スタッカートを使ってるので、歌声の躍動感もものすごいですよ。うい！最初のソロは平野さんなんですね。やっぱり平野さんのこの低音のかっこいい雰囲気と、ところどころ入っているビリビリとした歌声。これシャウトボイスって言うんですけど、この組み合わせめちゃくちゃかっこいいですよね。で、声の出し方的にはですね、肺の中の空間を響かせる胸腔共鳴という音色をですね、メインで使ってます。で、肺の中で作られた歌声をですね、鼻に送るような、そういった発声方法です。もう一回聞いてみましょう。言葉の発音もめちゃくちゃかっこいいですよね。平野さんの言葉の発音の中で僕は L の発音がものすごく好きで、ルみたいな。英語の L の発音で日本語のルを歌うんですよね。そうすることによって L って子音を強調しにくいワードだと思うんですけど、英語の発音にすることによって子音がしっかりと前に出て強い音、アクセントが生まれるんですよ。さすがですね。いい。続いて神宮寺さんですね。神宮寺さんのこの親近感が湧いてくる無邪気な少年のような歌声って言ったらいいんですかね。この声聞くとホッとしますよね。どういう声の音色作りかというと、口の中の空間、口腔共鳴とですね、鼻の鼻腔共鳴、こちらを同時に使っているような声の出し方です。口の中の口腔共鳴っていうのは、言葉の輪郭をクリアにしたり、あとは口の大きさによっては声量のブーストだったり、あとは喜怒哀楽の表現をですね、歌声に乗せることができます。
そして鼻の鼻腔共鳴がですね、主に声の音色のコントロールですね。僕の中で神宮寺さんの歌声って美しい、こういうイメージなんですけど、今回は鼻の鼻腔共鳴を使って無邪気さというか、ちょっと可愛らしいような雰囲気の音色を作り出しています。もう一回聞いてみましょう。すごいのがですね、メロディーを歌っている時はあえて言葉の強弱をですね一定にして歌ってるんですよね。でラップになった途端全体的にスタッカートを入れ、そして子音を強調させて言葉のアタック感を強くしてかっこよさを表現してるんですよね。いや、神宮寺さんのこの器用な表現力たまらないですね。やばいですね、ここ。バックのサウンドのリズムとラップのリズムがですね、同じリズムで表現されています。そうすることによって生まれるこのアタック感がかっこよすぎますよね。で、多分ラップもボイスパーカッションをやってる時と同じぐらい言葉を強く発音してると思うんですよね。バッみたいな。これめちゃくちゃかっこいいですね。痺れます。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。で、岸さんと神宮寺さん、なんか殴られたのかな、虫に。こうバーンってなってたけど、どこから衝撃を受けたのかはわからない感じですよね。虫ちっちゃいからなんか虫が飛んできたとかそういうことなのかな。どうなんだろう。すごく面白い映像でしたね、今。顔がこう開いて戻ってみたいな。いや、毎回ミュージックビデオの映像もですね、すごく斬新ですよね。最先端を突っ走るボーイズグループ、それがナンバーアイですよね。わ、かっこいい。ここでパフォーマンスになるの最高ですね。ものすごいかっこいいパフォーマンスで歌ってるのが平野さんっていうね、ここのシーンもたまらないですね。もう一回見てみましょう。やばい、かっこよすぎて歌声分析よりもリアクションっぽくなってる。ナンバーアイのミュージックビデオって毎回かっこいいから毎回リアクション動画寄りになっちゃいますよね。自然とそうなってしまう魅力がですね、ものすごく詰まってると思います。なんか平野さんのこの低音の声もまたさらにパワーアップしたような感じありますよね。安定感がものすごくパワーアップしたというか、多分声量的にはそこまで大きい声量で歌ってないんですよ、この声は。ただ胸腔共鳴の音色をまんべんなく使っているので、声の存在感がですね、ものすごいんですよね。もう一回聞いてみましょう。今気づきましたけど、以前よりも低い音域で歌ってるのかもしれないですね。僕の気のせいだったら申し訳ないんですけど、音域を下げたことによって以前よりも男らしいかっこよさがですね、以前でもすごかったんですけど、さらに男らしいかっこよさがですね、溢れた歌声になってますよね。で、基本的に低音って難しいんですよね。コントロールしにくいっていうか、声の支え方とか安定して歌い続けていくっていうところがですね、この辺がね一番難しいポイントなんですけど、その一番難しいポイントの安定感がですね、ものすごくパワーアップしてるんですよね。さすがですよね。ここの低音は全部平野さんなのかな。なんか僕の気のせいだったら申し訳ないんですけど、岸さんの声も聞こえたような気がするんですよね。岸さんってよく鼻声の音色を強調させたような歌声を使ったりするじゃないですか。だから平野さん、岸さん、平野さん、岸さん、平野さんみたいな、そんな感じの歌割りなのかなっていうふうに思ったんですけど、でも声の土台となる成分的にはやっぱり胸腔共鳴なので、全部平野さんかなっていうふうにもね思うんですよね。
それか平野さんが一人でもともと持っている歌声と鼻声を強調したような歌声を使い分けて歌っていたか、もう一回聞いてみましょうか。ごめんなさい。ちょっと聞いただけだと正解がわからないですね。ただ、いずれにしろめちゃくちゃかっこいいポイント。今回のバグズライフ、神宮寺さんが歌ったパート以外は全部低音で攻めてますよね。ここも個人的にはね、めちゃくちゃかっこいいポイントかなっていうふうに思います。このハイトーン時代って言われている音楽シーンでですね、あえて低音域で攻めるナンバーアイ。そしてその音楽性が世界中から評価されてるっていうね。ナンバーアイの個性は世界最高峰ってことですよね。この声は岸さんですよね。岸さんのこういう個性全開の歌声を聞くと、最初に稲妻の歌声分析動画を公開した時にアイリーズの方々から岸さんは200種類の声を使い分けるんですよっていう風に教えてもらったことをね、毎回思い出しますね。もう一回聞いてみましょう。でこの声はですね、先ほどもちらっと言ったんですけど、僕が思う岸さんが一番個性をですね前面に出した歌声かなっていうふうに思うんですけど、鼻の鼻腔共鳴の音色が中心の歌声です。で体の使い方的にはですね、喉の空間をギュッてこう締めたような声の出し方をしてます。この発声方法、確かソブとかいう名前がついていたような気がします。昔教えてもらったんですけど、もう一回聞いてみましょう。よくこんな速いフレーズ口が回りますよね。僕だったらもういくら練習してもできなそうだなっていうふうに思っちゃうんですけど、こういうテクニック的な部分だったらやっぱりね、岸さんが天下一品ですよね。お、急に来たね、岸さんのラップで、映像スカイダイビングっていうね、急にシーンがガラッと変わってまた曲に引きつけられますよね。岸さん歌い出しからもう一回聞いてみましょう。やばいやばいね、これ絶対歌えないでしょ。これはすごすぎる。最初ゆっくりと練習して徐々にテンポを上げるっていう練習方法かな。じゃないと多分一生歌えない気がする。いやー、恐ろしいね、このテクニックは。もう一回聞いてみましょう。ねやばいですよね。岸さん本領発揮っていう感じがしますね。で声の出し方的にはですね、先ほど言った声の出し方をそのまま使ってますね。鼻の鼻腔共鳴中心で喉の空間をギュッと締めたような、こういった発声方法です。いやー、びっくりした。神宮寺さんのパートもすごいですよね。もう歌声のパワーを前面に押し出していくような。で口腔共鳴の音色を中心でラップを歌ってるので、やっぱり言葉のアタック感がもうガンガンと前に突っ込んでいく感じがありますよね。これがめちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。素晴らしいね。で聞き方によっては岸さんと神宮寺さんのラップバトルみたいな感じにも聞こえますよね。いろんな魅力が込められてますね、今回のバグズライフ。どんどん曲の世界観に吸い込まれていくような。あ、今の映像でちょっとピンときたんですけど、虫のバグとデータのバグ、これをかけてんのか。で岸さんのこの顔の動きがバグってるみたいなシーンなのかな、ここは。もう一回見てみましょう。やっぱそうですよね。なるほどね。奥が深い。
そしてどんどんやっぱり夢中になりますよね、バグズライフ。問題を出してもらって正解を求めるみたいな、そんな楽しみ方もありますよね。バグが起こってゲームの中から出てきたようなナンバーアイのキャラクターがたくさん出てきましたね。いやー面白いですね。でラップを歌う音域も徐々にこう上がってきて、でパワーもですね徐々にこうアップしていくみたいな、この盛り上げ方がですね最高にかっこいいですよね。この盛り上げ方をですね音楽の専門用語ではクレッシェンドって言います。もう一回聞いてみましょう。で神宮寺さんが語るようにラップを歌って、岸さんがボイスパーカッションみたいな子音のアタック感をものすごく強調したラップ、この声の違いのギャップ、ここもめちゃくちゃ聞きどころですよね。ういあ、またここに行くわけだね。DJ のスクラッチの音とともにテンポがダウンしたから C メロみたいなセクションに移動するのかなと思ったら、3回目の A メロ、この曲構成も最近では珍しいですよね。3番があるってことですもんね。最近の曲構成の一般的なものは1番の A メロ B メロサビで、2番の A メロ B メロサビで、曲によっては C メロがあって最後に大サビみたいな、これがまあオーソドックスな流れかと思うんですけど、3番が来るとは思ってなかったから、なんかめちゃくちゃ嬉しいですね。この平野さんのポイントすごいかっこいいから、僕ね何回も聞きたいってちょうど思ってたんですよね。かっこいい。3番を聞いてまた新たに思ったんですけど、平野さんのこのかっこいい低音ボイスを聞くとなんか気持ちが落ち着きますよね。すごく穏やかな気持ちになれるというか、僕だけかな。めちゃくちゃかっこいいのにめちゃくちゃ落ち着ける声ってもう史上最強じゃないですかこれ。で空をバックに踊るナンバーアイ、めちゃくちゃかっこいいですよね。もう何をしてもかっこいいってもうほんと羨ましいです。ナンバーアイは日本を代表するイケメン集団ですからね。かっこいいのは当たり前なんですけど、で今のポイントなんですけど、最初と最後は同じ歌い方で、真ん中の2つのフレーズは同じ歌い方みたいな感じで、声の使い方分けてますよね。声の使い方っていうか主に発音の仕方か、最初と最後は割と普通の発音で歌ってるっていうか、日本語っぽい発音で歌ってます。で真ん中2つのフレーズはですね、歌声分析最初の方に言った L の発音を強調したような、ちょっと舌足らずな、かっこいいんだけど言葉の発音ちょっと可愛いなみたいな、そういった雰囲気、そこ注目してもう一回聞いてみましょう。ほら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 ね、多分声の音色的には変えていないんですよね。言葉の発音の仕方だけ変えてるっていう感じだと思うんですけど、言葉の発音だけでここまで雰囲気をガラッと変えれる平野さんの表現力がですね、本当に素晴らしいですね。お、あ、蚊だったのかな今のは。ナンバーアイの3人が蚊だったってこと？でこういうシーンが来るとまた先の展開が気になってくるっていうかね、めちゃくちゃ楽しいですね。どうなる？おあ、やばいねこの入り。マトリックス的なね。そして何かに追われているナンバーアイ、何に追われてるか気になりますね。かっこいい。何に追われているかは分からなかったんですけど、なんかナンバーアイのダンスブレイクがこっから始まりそうな雰囲気ですよね。
おい、あ、やっぱりかっこいい。やばいね。この曲のアタックの強いところに動きを合わせるっていうパフォーマンス、僕めちゃくちゃ好きなんですよね。なんだっけな、ダンスの専門用語でヒットとか言ったかな。こうなんかバッってこう動きをあえて止めるんですよね、その楽曲のアタックの強いポイントで。そうすると視覚的なパワー感が生まれたように見えるっていうか、それめちゃくちゃかっこいいと思います、僕。なるほどね。最後このフレーズ全員で歌うんだ。うわー、やばいね。最初に言った広い音域を使って3人で歌ってるっていうポイントですよね。だから全く別物に聞こえるじゃないですか。もう本当にこのアレンジすごいね。すごい。もう言葉がない、すごすぎて。一曲の中でここまで歌の表現を詰め込むっていうのが、まずこの発想がないですよね、普通は。だからバグズライフを聞いて、もうナンバーアイの全力投球っていうのがものすごく伝わってくるというか、一曲に込める思いっていうのもナンバーアイはずば抜けてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。もうかっこよすぎてため息が出る。僕さっきも言いましたけど、ナンバーアイの楽曲の歌声分析は稲妻が初めてだったんですよ。その時もものすごい衝撃を受けたんですけど、今回のバグズライフはですね、稲妻以上の衝撃を受けてます、僕。いやー、すごいね。あ、なるほどね。最後はもう歌声とサウンド全体で畳みかけるようなアレンジなんですね。最後の最後までぐっと盛り上げてカットアウトでスパッと終わるような、なんかそんな感じの展開を想像しちゃうんですけど、どうなるんだろう。あ、すごいね。そうきたかって感じ。みたいな。いやー、凄まじすぎましたね。以上、ナンバーアイバグズライフ歌声分析はここで終了です。いや、圧倒されちゃいました。ナンバーアイの新しいミュージックビデオは毎回ものすごい魅力をですね、表現してくれて、毎回テンション上がるんですけど、今回はですね、今まで以上にものすごかったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。これも見えないところでナンバーアイの3人がものすごく努力をしていて、その表れなんじゃないかなっていうふうに僕は想像しちゃうんですよね。全てはアイリーズの皆さんに喜んでいただくためにナンバーアイは常日頃から努力をしている。もうそういうふうに思うとね、めちゃくちゃ感動しちゃうんですよ、僕は。そういうふうに思ってしまうぐらい今回のバグズライフは素晴らしかったです。で、願わくばスーパーバンドバージョン、こちらも公開してくれたら僕は嬉しいななんてね、ひっそり思ってるんですけど、稲妻の時みたいにやってくんないかな。それをちょっとだけ期待しながら、これからもナンバーアイ全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。ではボイストレーナーのつるさんでした。